河衝突。約40億年後、天の川銀河とアンドロメダ銀河が衝突し、夜空は変する。天文学の世界では長い間そう予測されてきました。ところが2025年、最新の解析でその確率がおよそ 50% にまで下がったのです。確定していたはずの未来はなぜ変わってしまったのでしょうか。また、地球はどうなってしまうのでしょうか。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。本日は最新の天文学で判明した銀河の未来と銀河衝突シミュレーションを紹介していきます。実際のシミュレーションに入る前に、まず今回主役となる2つの銀河を見ていきましょうか。まずは私たちが住む天の川銀河です。その直径はおよそ10万光年、約2000億から4000億個の星を抱える巨大な渦巻き銀河です。夜空を見上げると、そのあまりの星の多さに驚く人も少なくありません。ただ、実はこの星々のほとんどは天の川銀河の構成に過ぎないのです。さらに、空を横切る天の川も銀河の中の一部、オリオン湾と呼ばれる領域を見ているに過ぎません。なので、私たちが宇宙と感じている領域は、実はそのほとんどが天の川銀河の星々でしかないということになります。続いて、アンドロメダ銀河です。地球から約250万光年離れた位置に浮かんでいる天の川銀河よりもさらに大きい銀河です。直径は15万から20万光年、約1兆個もの星を抱えると考えられています。肉眼だとぼんやりとした淡く光る雲のように見えるので、発見には少しコツがいる銀河でもあります。遠いようで一番身近な銀河と言えるのかもしれません。では、そんな銀河同士はなぜ衝突すると考えられていたのでしょうか。2012年、一つの決定的な研究結果が発表されました。今から約40億年後、アンドロメダ銀河は天の川銀河に接近し、約60億年後までには完全に合体するという予測です。これはアンドロメダ銀河が新幹線のおよそ1000倍、秒速 110km もの超スピードで天の川銀河に向かって近づいていると分かったからです。銀河同士が将来的に衝突するとは何とも信じがたいですが、実は宇宙規模で見ると銀河衝突は決して珍しい現象ではないんです。むしろ銀河衝突は銀河が今の大きさや形になるまでの成長プロセスの一つだと考えられているくらいです。これは銀河が常に何かしらの重力の作用を受けながら引っ張られているからです。このシナリオは一時期教科書にも載るレベルでほぼ決まりの未来として扱われていました。ところが冒頭でもお伝えした通り、2025年現在銀河衝突が起きる可能性は 50% にまで引き下げられています。ほぼ 100% がなぜ 50% にまで下方修正されてしまったのか。それは先の研究が天の川銀河とアンドロメダ銀河だけを見て予測を立てていたからです。しかし実際には2つの銀河の周りに力学的に無視できない銀河がもう2つ存在していたんです。それが大マゼラン雲と三角座銀河です。大マゼラン雲はあまり聞き慣れない銀河ですが、直径は約3万光年あり、地球から約16万光年離れた位置にいます。200億個クラスの星を持ち、天の川銀河を公転する衛星銀河です。肉眼でも余裕で見える明るさを持っていますが、南半球でしか見えないのがちょっぴり残念ではあります。そして最新の観測から大マゼラン雲の質量が天の川銀河の 10% から 20% に相当することが分かりました。これは従来の予想を上回る重さであり、これほど重いとわずかに引き離す力が働く可能性が高いのです。一方、三角座銀河は直径約6万光年、地球から約300万光年離れた位置に浮かんでいます。400億個クラスの星を抱える銀河であり、局部銀河群の中で3番目に大きな渦巻き銀河です。ただこちらは逆に天の川銀河とアンドロメダ銀河を互いに近づける方向に重力を及ぼしています。大マゼラ雲が引き離す力を及ぼしており、三角座銀河は引き寄せる力を与えているので、実態としてはもう少し複雑だったんです。研究チームはこれら4つの銀河をまとめてモデルに組み込み、測定誤差や暗黒物質の不確定性も含めて10万通りレベルの軌道計算をしました。その結果見えてきたのが、今後100億年の間に
合体しない確率がおよそ 50% という結論です。ただ、まだ 50% の確率では衝突する未来も残っているので、それが実際にどうなるのかも見ていきましょうか。これが今私たちが見えている夜空です。画面中央を縦に走る光の帯、これが天の川であり、天の川銀河のオリオン湾と呼ばれる領域です。無数の星々が集まって、まるで雲のように輝いています。続いて、左上を見てみてください。小さくぼんやりと光る雲がアンドロメダ銀河です。肉眼でもかろうじて見えますが、こうして写真に撮ると、はっきりと確認できます。今はまだ小さく見えているだけです。20億年後、アンドロメダ銀河は少し大きくなっていますが、まだ劇的な変化は起きていません。夜空に見える姿こそ大きく変わりつつあるものの、私たちの暮らしに直接影響が出る段階ではないのです。ただし、見えないところで重要な変化は始まっています。2つの銀河を包む巨大な暗黒物質ハローがすでに接触を始めているからです。暗黒物質ハローとは暗黒物質の雲のような領域のことです。星やガスよりもずっと重く、銀河の質量の大部分を占めているため、銀河がどんな形になり、どのように動くのかを決める非常に重要な土台だと考えられています。そんな領域同士が衝突するため、互いの重力が引き合い、両銀河の軌道を少しずつ変えていく。衝突への序章は目に見えない形で静かに進行していくのです。37億5000万年後、ここで夜空は一変します。満月の数十倍もの大きさで夜空に広がり始めるからです。もはやぼんやりとした光ではありません。渦巻きの構造がはっきりと見え、その中に無数の星々が輝いています。左の空には巨大なアンドロメダ銀河、右には天の川銀河、2つの銀河が同時に夜空を支配するかつてない光景です。そして重力による変形も始まっています。アンドロメダ銀河の美しい渦巻きの腕が潮汐力によって引き伸ばされ、少しずつ歪んでいくのです。天の川銀河も例外ではなく、その形がじわじわと崩されつつある段階です。衝突はもう目前なんです。38億5000万年後、ついに最初の衝突が発生し、夜空全体が赤ピンク色の光で輝き始めます。スターバースト現象です。スターバースト現象とは、銀河の中で星が普段の10から100倍以上ものスピードで誕生する現象のことです。もともと銀河の大部分は水素を中心としたガスの雲に包まれています。このガスが衝突の衝撃で一気に圧縮します。すると、あちこちに高密度の塊が生まれるのです。これが星の種となり、そこから次々と新しい星が生まれていきます。そして生まれたての大質量の星は強い光と紫外線を放つことで周囲の水素ガスを照らし出します。そうして銀河のあちこちが赤ピンク色の幻想的な光で満たされていくのです。ただそうなると心配になるのが、地球に他の天体が衝突しないかです。結論から言えば、地球への影響どころか、星同士がぶつかることは極めて稀であると考えられています。星は数千億個ありますが、その間の空間はほとんどが何もない隙間だからです。太陽をピンポン玉の大きさに縮めた場合、最も近い恒星は、はるか 1100km も離れた場所にあるエンドウ豆程度の大きさになります。これは東京から鹿児島の南端くらいの距離であり、これが宇宙における星同士の距離感です。なので、星同士が衝突することはほぼありません。銀河衝突の第一幕は、こうして静かに、しかし華々しく幕を開けます。39億年後、星の誕生はさらに加速しています。夜空全体が色とりどりの星雲で埋め尽くされているのです。あちこちで新しい星が生まれているため、強烈な光が放たれています。両銀河の渦巻き構造は完全に崩れており、ガスと星が複雑に絡み合っています。もはや、どこからがアンドロメダ銀河なのか、その境界線は曖昧になっているのです。すべてが混ざり合い、すべてが輝いている宇宙で最も激しく、最も美しい瞬間です。40億年後、両銀河は
一度すれ違いました。左右に分かれた2つの光の塊、そしてそれらをつなぐ長い尾、これを潮汐テイルと呼びます。数十万光年にも及ぶ星とガスの流れが宇宙空間に伸びているのです。ただし、これで終わりではありません。両銀河は一度離れても互いの重力で引き戻されます。そして再び接近し、また離れる。この繰り返しです。離れたり近づいたりを繰り返しながら徐々に一つになっていく。これが銀河衝突のプロセスです。51億年後、衝突から約10億年が経過しました。両銀河は何度も接近と離脱を繰り返し、その度に形を崩していきます。かつての美しい渦巻き構造はもはや完全に消え失せ、星たちは複雑な軌道を描いて飛び交っています。夜空全体に広がるぼんやりとした光の塊、これが2つの銀河が混ざり合っている姿です。まだ完全には一つにはなっていません。星々は不規則に散らばり、ガス雲が引き裂かれて長い尾を引いています。宇宙で最も激しい変化の真っ只中です。しかし、この混沌もやがて終わりを迎えます。70億年後、合体は完了しています。かつて2つの渦巻き銀河だったものは、1つの巨大な楕円銀河へと生まれ変わっているのです。科学者たちは、この未来の銀河をミルコメダという愛称で呼んでいます。夜空の様子も今とは全く別物になっており、私たちの頭上を横切っていた天の川の帯はもう見えません。その代わり、空の中心付近には滲んだ楕円形の光の塊が大きく広がっているのです。これが新しく生まれた銀河の中心核です。この光の塊は巨大な一つの光源が照らしているわけではありません。無数の星がぎゅっと詰め込まれているため、一つのぼんやりとした光の雲のように見えているのです。肉眼では滑らかな光の塊に見えますが、その正体は無数の恒星が重なり合って放つ光の総和だと考えられています。そしてこの銀河は意外なほど静かです。衝突過程でガスの多くは使い果たされ、新しい星はほとんど生まれません。残っているのは老齢の星たちばかりで、それらが淡く光を放つだけの落ち着いた銀河になっています。かつての激しい衝突の痕跡はもうどこにも見当たらないのです。いかがでしたでしょうか？本日は天の川銀河とアンドロメダ銀河が衝突した場合、宇宙では何が起きるのかを見てきました。残念ながら私たちが生きているうちにこれを見届けることはできません。こればかりはどうしようもないですが、天体シミュレーションを用いることでおおよその未来は体験することができます。高度な観測と計算をたくさんしていただいた天文学者さんたちには感謝しかありませんね。さて、ここで最も気になる問いにも答えてみましょうか。銀河衝突が起きた時、太陽系はどうなっているのか。結論から言えば、太陽系が直接破壊される可能性は極めて低いと考えられています。ただし、銀河全体の重力構造が変わることで、太陽系の居場所は大きく変わる可能性が指摘されています。シミュレーションによると、太陽系が現在の位置より3倍も銀河中心から遠い場所に移動する確率は約 50%、さらに合体銀河中心から非常に遠い外縁の方に飛ばされる確率が 10% 前後あるのです。とはいえ、実はもっと切迫した問題があります。それは太陽の寿命です。銀河衝突が本格化する40億年後、太陽は現在より約 40% 明るくなっているため、地球表面の大部分は融解し、金星と同じ灼熱地獄と化しているのです。さらに約50億年後には太陽は赤色巨星へと膨張を始めます。地球を焼き尽くすか飲み込んでしまう可能性があるのです。つまり銀河衝突よりも先に太陽進化の方が地球にとっては致命的なんです。ただ希望はまだあります。未来の人類が太陽を完全にコントロールできる可能性があるかもしれないからです。もしまだ人類文明が生き残っていたら、50億年後というのは、もはや誰にも想像もできないほどのテクノロジーを持った文明がそこにはあるはずです。なので、もしそうなったら、奇跡の天文現象を人類は経験することができるのかもしれません。そう考えたら、少しはワクワクしてきますね。このチャンネルでは今後もよりわかりやすく非常識で科学的な動画を作っていきますので、少しでも興味を持っていただけた方はチャンネル登録をお願いします。また今後の参考にしたいのでつまらないと思った方は遠慮なくバッドボタンを、良いと思った方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。